こんにちは、市川ファームです。今回はパリダムと、ヒスパニクムの違いということで、ここにはパリダムと、これパリダムですね。フイリパリダムと、あと、ヒスパニクムと、ヒスパニクムプルプレアを持ってきてあるんですけど、ちょっと今の時期これフイリも符が入ってるのでちょっとわかりにくいんですけど、一つ一つの葉っぱの外側、覆輪の風っていうやつなんですけど、が入ってます。あと真っ白なやつも時々出ます。で、これがちょっとしょぼしょぼなやつしか今ないんですけど、ヒスパニクムです。で、これがヒスパニクムのプルプレア。多分、ヒスパニクムから出た、紅葉すると紫が濃くなる品種っていうことだと思います。で、これがそのヒスパニクムプルプレアから出た、葉っぱの小さいやつです。去年か一昨年くらいに出たんですけど、ちょっとずつ増やしてて、まだちょっと販売はしてないんですけど、そのうち、もうちょっと増えたら販売、しようと思ってます。よく直売所で、パリダムとヒスパニクムの違いはと聞かれるんですけど、育ててる感じでは結構違います。で、パリダムとかフイリパリダムの方がすごく育てやすくて、ヒスパニクムはうちではかなり、なんですかね、夏、暑さとか蒸れに弱くて結構弱ります。で、涼しくなるとすごく元気になってくるっていう感じですかね。で、ここからは一つ一つ品種の、特徴を説明しようかなと思います。で、まずパリダムですね。パリダムはやっぱり一番育てやすいですね、この中では。で、もともと寒いところの種類なんで、暑さにはそんなに強くないんですけど、よっぽどこのパリダムは夏でも育ってくれます。冬はこんな感じに寒さに当てて、肥料も切れてれば、いい色に紅葉して寄せ植えなんかにも使いやすいです。でも、この時期、夏の暑い時期なんかで大きく育てちゃって、株元で蒸れたりっていうこともあるので、この時期は下葉が落ちる前に、短めにカットして風通しを良くしてあげるっていうのを、してあげると、そんなに年中苦労するような品種ではないかなと思います。で、これはパリダムのプラグトレイですね。挿し木で、茎のついたやつを挿して、ちょっと成長したやつですね。こういう挿し木でやると、時々なんか真っ黒になっちゃったって聞くんですけど、水が多すぎとか、足りなすぎとか、風通しが悪かったとか、何かそういう原因があってそうなったんじゃないかなと思います。で、次がフイリパリダムですね。フイリパリダムはさっきのパリダムのフイリの品種ですね。こっちの方が人気はあるような感じがしますね。この品種も、さっきのパリダムみたいに寒さに当てると紅葉します。なんで、今のうちにある程度の大きさに育てておいて、秋から冬にかけて、肥料が切れて、寒さに当たって紅葉するようにしておけば、寄せ植えに使ったり、一鉢でも結構綺麗な、いい感じになると思います。で、これが、プラグの、フイリパリダムですね。これは、もう根も回って肥料も切れてるので、今でもこんな色してます。これ、今の状態ですね。これは植え替えて、秋冬出荷の苗に使おうと思います。これは、
このフイリーパリダムをすごい拡大、写真で撮ったやつをこうギュッと拡大したやつなんですけど、こういう感じに、葉っぱの周りがうっすら白くなっています。はい。この部分が筆、全体的に白く見えてます。なんで、分かりづらくなった苗、フイリパリダムかパリダムか分かりにくくなったとかって時々聞くんですけど、そういう時はこう、写真に撮って、こう、伸ばしてみると、はい、分かりやすいと思います。あと、真っ白なやつもフイリの方は出るので、はい、その辺で、判断してもらえるかなと思います。で、これが、大きくした。何回か植え替えを繰り返して、伸びたらカットっていうのをすると、こういう大株も、はい、作れます。で、これがヒスパニクムですね。これは結構涼しい時期、育てやすい時期に育てると、こんな感じにできます。はい、今はちょっと暑さに弱いので、さっきのような感じになってます。で、このヒスパニクムは、海外の種苗会社から種で買って育てたやつです。はい、セダムのヒスパニクムっていうやつを、はい、種で巻いて育てたやつになります。で、これは、これも紅葉するんですけど、パリダムに比べると、どっちかっていうと紫っぽい紅葉になります。はい。そうですね。しっかり肥料が切れれば、ヒスパニクム、プルプレアみたいな、はい。まだあんま見分けがつかないような紫になります。で、この時期、夏とか、梅雨の時期は、うちではすごく育てにくくて、全然綺麗に育てられません。さっきの写真みたいな感じで、チリチリになって、根はあるんですけど、あまり葉も出てこず、はい、夏の間はあんな感じで、はい、耐えてもらって、涼しくなってからこう大きくなり始めて、こう、だんだん作るので、いつも、そうですね、お店とかに出すのは、もう、11月とか12月くらいになってると思います。はい。あとパリダムとこのヒスパニクムの違いでもう一つあるのが、ヒスパニクムの方が、葉先が尖ってると思います。はい。結構写真をこれも拡大してみると、パリダムみたいにこう、葉っぱの先っちょが丸まってないように、はい、思います。あと、花びらの数が5個か6個かとかっていうのも聞いたことあるんですけど、なんかどっちも5個だったり6個だったり、パリダムもヒスパニクムも、はい、ようだったような気がします。うちで見た感じでは。で、なんか咲く時期もちょっと違ってたような、これも育て方によって変わったりすると思うんで、なんとも言えないんですけど、はい、うちではあんまりその花弁の数がどうっていう見分け方はなんかできにくいかなと思いました。はい、うちではそんな風に思いました。で、これがヒスパニクムのプルプレア。これは、もう日本の苗屋さんが作ってた苗を通販で買って、僕も増やさせてもらってるやつなんですけど、はい、確かにすごく紫になるので、ヒスパニクムから出た紫っぽい品種なんだろうなと思います。で、なんか海外のサイトなんかで調べてみたら、ヒスパニクムのパープレウムとかそういう名前で、はい、出てるんで、もしかしたらそういうとこから日本の苗屋さんが持ってきたんじゃないかなと僕は思ってます。はい。間違ってるかもしれないですけど、はい、そんな風に思ってます。で、うちでは、なぜか、
ヒスパニクムよりはヒスパニクムプルプレアの方が育てやすいです。夏でもさっきのヒスパニクムみたいにチリチリにはならずに育ってます。紅葉もすごく紫で綺麗し、ちょっとパリダムなんかよりは育てにくいといえば育てにくいんですけど、普通のうちでやってるヒスパニクムよりは育てやすいので、寄せ植え用とか単品で育てるにしてもおすすめです。とりあえず僕の考える特徴はこんな感じになるんですけど、この辺の品種っていうのは結構微妙で、いろんな生産者さんがいろんな名前で売ってて、多分同じ品種を違う名前で出回ったりもしてるんじゃないかなと思います。僕がセダムを作り始めたのは、このパリダム、後になってパリダムだと思った品種を、農産物直売所みたいなところで一株、7種のやつを買ってきて、その頃は、野菜苗や花苗を作ってたんですけど、で、それを育ててみて、紅葉させたりしたら、何これ綺麗だなと思って、で、そこから、その頃はセダムっていうことも知らなくて、ちょっと調べて、これは多肉植物で、セダムっていうものなんだっていうとこから入って、いろいろ調べて、通販だったり、お店だったりでセダムを集めて、増やしてって、で、だんだん販売をして、野菜や花の苗をやめていって、セダムばっかり作るように、今なってきてるんですけど、で、その最初、見つけたやつも、そうですね、同じような苗が、多肉屋さんで売ってるのを見て、そこの多肉屋さんでは、今うちで売ってるパリダムと同じようなものをヒスパニクムっていう名前で売ってたんですよね。なんでうちもそこでその多肉屋さんのやつを仕入れて、ヒスパニクムっていう名前で売ってたんですけど、いろんなところで苗とか、海外の種とかを仕入れて作ってるうちに、そのヒスパニクムっていう名前でそれを売るのはちょっとなんか違うような気がして、最初はうちも名札はつけずに売ってたんですけど、つけてたかな、ヒスパニクムってつけて売っちゃったかもしれないんですけど、で、海外からこのセダムヒスパニクムっていうのを、種を仕入れて育ててみると、全然違うかったので、これを、今映ってるこれが種から育てたやつなので、これをヒスパニクムっていう名前で売って、で、今うちで売ってるパリダムは、あれなんだったかな、種で取ったのか、ややこしいので、また、あれはパリダムで売ってる苗を仕入れてきて増やしたんだな。確かそうだったと思います。あれは今、うちでパリダムとして売ってるのは、パリダムで間違いないのかなと、僕も思ってます。海外のサイトとか、ICN、インターナショナルクラツラケースネットワークみたいな、そんなサイトがあるんですけど、そこのサイトをちょっと僕は結構信用してるんですけど、正確なんじゃないかなと思って、その辺のやつとかもいろいろ調べて、うちではこの辺の名前と品種が正確なんじゃないかなと思ってやってるんですけど、100% 合ってるとは言い切れない
です。うん。はい、この動画作り始めた時にはこんなことまでちょっと喋ろうとは思ってなかったんですけど、まあなるべく綺麗な苗をなるべく正確な名前で、はい、売ろうとは思ってますんで、はい、またなんか間違えてることとか、こんな品種もあるよとかっていうのがあったら、はい、教えてもらえたら嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。